はい、今回は以前作ったドミノジョイント加工機を改良したので、その作り方などを紹介します。ドミノジョイントとは、ドイツの工具メーカーフェスツールが開発したドミノと呼ばれる木製チップを使って木材同士を強力に接合する方法です。ちなみにこれがドミノジョイント用のチップです。これはフェスツールから販売されています。購入して使ってもいいですし、ただの木の板なので自分で作れないこともありません。これは 6mm×20mm サイズですが、この他にもいろいろなサイズが販売されています。使い方は専用工具で下穴を加工し、その溝に接着剤と一緒にチップを差し込むだけです。強度はこのチップのサイズからもわかる通り、ダボやビスケットジョイントよりも強力です。しかもビス止めのように加工跡が見えないので、手軽に高級家具のような仕上がりにできます。加工機自体はネットショップで検索すれば手に入ります。ただメーカー純正の加工機はびっくりするくらい高価です。私を含め趣味で木工をする人にはなかなか手が出せませんね。幸いなことにチップの厚さは 10mm、8mm、6mm、5mm、4mm と市販のルータービットの直径に対応しています。そのためルーターを使えば自作することが可能です。今回の目的は安価に自作機を作り、職人技に頼らず誰でも高精度な位置決めと強度の高い接合を実現できるようにすることです。強度、精度、そして作りやすさを総合的に考えて、今回は 3D プリンターで加工機を作ることにしました。でもまあこう言うと 3D プリンターなんて持ってないよという声も聞こえてきそうですね。ですが安いものなら3万円ほどで買えますし、データさえあれば誰でも同じものが作れます。このようなジグも簡単に作れるので、初期投資の回収は早いと思います。3D プリンターの魅力を説明しているうちにパーツが出力されました。次に重要なのが刃物の動きと位置決めです。ドミノジョイントはただ穴を開ければいいわけではありません。差し込む部材に対して穴の位置が揃っていないと組んだ時にズレが目立ってしまいます。そこでリニアブッシュを使って直進精度の高いユニットを作ります。機械を作る上では合成もかなり重要です。そのため必要な部分にはしっかり強度を持たせ、余計なガタが出ないようにリニアブッシュを圧入して組み込みます。こちらはルーターの固定部分を出力しているところです。ここの強度が低いと加工精度どころか安全に使うことすらできません。必要な部分は肉厚にして十分な強度を確保します。こちらの部品にもリニアブッシュを圧入して組み込みます。リニアシャフトを取り付けて組み立てます。シャフトの間には戻りバネを入れます。これがあるのとないのとでは使い勝手が全く違います。動きもスムーズですね。こちらはメインフレームです。先ほど作った部品を組み込めば本体はほぼ完成です。スムーズに動くことを確認しています。インサートナットを溶着します。この溶着機も 3D プリンターで自作しました。溶着機を使うときは力は使わず、モザイをゆっくりと溶かしながら入れると抜けにくくなります。続いてルーターを取り付けます。ルーターを固定するネジには四角ナットを使っています。横の溝から差し込みネジで固定する仕組みです。ここは力がかかる部分なのでインサートナットは使いません。万が一抜けるととても危険ですからね。次にハンドル部分を取り付けます。こちらは集塵ダクトを出力したものになります。ここにもインサートナットを溶着し、ネジで着脱できるようにします。ハンドルにインサートナットを溶着します。
3D プリンターの素材の接着には瞬間接着剤がかなり有効です。強力に接着できて無理に剥がそうとすると 3D プリントした層の方が剥離するくらい強力です。そしてこちらはドミノジョイントを正確に加工するための直角ガイドを作っているところです。ノブボルトも作ります。ノブボルトは市販品もありますが意外と高いので 3D プリンターで作った方が圧倒的に安く済みます。ノブは六角穴になっていて六角ボルトを組み込めば空回りしません。直角ガイドを取り付ければ完成です。直角ガイドは上下に動き、ドミノ穴の位置を決められます。ドミノ穴の深さはシャフトに取り付けたストッパーで調整します。横方向の動きはガイドにスペーサーを挟んで調整する仕組みにしました。集塵ダクトにホースをつなげます。ちなみにこのホースは安い洗濯機用の排水ホースです。それでは実際に使ってみます。毛書き線に本体中央のマークを合わせます。ルーターを細かく左右に動かしながら少しずつ溝を加工していきます。一度にルーターを奥まで差し込むとキックバックして危険です。押し込む力はほとんど入れず無理をしないように加工します。加工した溝にドミノチップを差し込みます。本来はドミノチップにも溝にも接着剤を使います。木槌で軽く叩くとちょうど良い圧入具合で入っていきました。もう片側の板と組んでみます。ご覧の通りぴったり接合できました。ドミノジョイント加工機は完成しましたが、加工機を台に固定するとさらに使いやすくなるのではないかと考えました。3D プリンターの造形精度も考慮してパーツは分割して出力します。これをネジで固定していきます。横方向にスライドさせることでベースプレートの高さを精密に調整できる仕組みです。木の板にインサートナットを組み込み、作った部品を組み立てていきます。では早速使ってみます。このような細い角材は手持ちでの加工が難しいのですが、台に固定すれば安定して加工できます。高さの微調整もうまく機能していますね。クランプでしっかり固定して加工します。きれいにドミノ加工ができました。細い角材の加工でも毛書き線はぴったり一致しています。ちなみにスペーサーを入れ替えて横方向の動きを制限すればダボジグとして使うこともできます。
ダボジグで加工しても毛書き線はぴったり一致しています。さらに斜め加工ができると便利ですよね。実はこれ最初から設計していて、直角ガイドを可動式のガイドに交換できるようにしていました。これも同様に T ハンドルを取り付け、裏側からネジで固定します。可動ガイドを組み立てます。軸を差し込み、ノブボルトで固定します。直角ガイドを取り外して可動ガイドに交換します。可動ガイドの内側にメモリをつけました。15度刻みの線ですが、目安にはなります。より正確に角度を決めたい場合は、角度定規を使って調整します。小口が45度になっている木材に実際にドミノ加工をしてみます。このように線を合わせ加工します。ドミノチップを差し込んで仮組みします。ご覧の通りぴったり接合できました。